さてではですね、今回はベテランホワイトゴールドタワーを見ていきましょう。今回ゲーム音はないんですが、後付けで音声を入れていきます。ベテランホワイトゴールドタワーにおける、攻略方法、どのように、道中、雑魚敵に対して、やっていくのか、またはボスをどのように攻略していくのかといった点をお話ししていきたいと思います。まずは早速1個目のパーティーですね。にぶつかってますが、まずヒーラー、常にヒーラーがいるんですね。一つのグループにこの今戦っているヒーラーがいて、今足元にヒーラーの枠が出てると思いますが、あの枠に他の雑魚が入っていると非常に殺しにくくなるので、その枠から敵を出して、戦うようにするのがポイントです。またヒーラーを押し切れればいいんですが、なかなか戦闘が長引いてしまうこともあって大変ですが、ヒールをしたら常にバッシュでヒールを止めるような動きにするとスムーズにいきます。あとですね、こうやって広範囲に敵が散らばっている場合、スタミナ型はカルトラップ、マジカ型はですね、デストラクションのスタッフのスペルであるウォールを、出して、範囲ドットを与えるのが有効かと思います。非常にスムーズにいきます。大体範囲に突破すると DPS でかなり叩き出せるので、ダウンブレーカーというファイターズギルドのウルティメットもおすすめですね。ここは特にアンデッドが多いので今使ってるんです。で、使うときに、マジカ型であれば、インナーライトを使用してから、ダウンブレーカーなどウルティメットを使うと威力が 20% 上がるので、そういったことをしながら、火力をどんどん上げて潰していく形ですね。タンクの人の動きとしては、このヒーラーのこの枠の中に雑魚を入れないように、まず雑魚を殺して、その後ヒーラーを叩く。もしくは火力が十分にある場合は、ヒーラーを速攻で殺してから雑魚をやるっていうようなやり方になってきます。で、1匹目の、中ボス的な存在ですが、こいつはタンクが引きつけた方と反対側、敵の後ろ側に常に回り込むような形で DPS を叩き出していきます。で、地面に、赤い範囲のダメージが出るので、それを常に意識して避けながらやっていくのがいいでしょう。タンクはですね、かなりダメージを食らうので、常に、ブロックするような意気込みでやっていくっていうのがいいかもしれません。DPS が十分であれば全然耐えきれると思うので、このような形で、後ろからどんどん殴って、殺していくといった形ですね。あとは単体火力のスキルと範囲火力のスキルっていうのを、両方常に保持しているような、状態にするのが望ましいです。で、これが1匹目のちゃんとしたボスですね。なんかナーガ的なやつです。こいつに慣れてないとちょっとめんどくさくて、まずは常に DPS は後ろにいるようにしてください。この攻撃、敵を中心にして前方に何個か範囲の攻撃があると思うんですけど、こいつに当たると非常に痛いので、かわすような動きをしてください。タンクも前方にはいると思うんですが、避けることは可能なので、できるだけ当たらないように位置取りを気をつけながら、また DPS を出していく。常に後ろですね。こっちに向いても常に後ろを意識していく。するとですね、アンデッドがちらほら走っていきます。でもこれ非常に雑魚いので、範囲攻撃を打ちながら、一掃していく形でいいと思います。で、そうすると、だんだんブルーフレームが地面に出てくるので、このフレームを踏まないように気をつけながらやって、今、あれですね、前方ダメージを食らいそうになってますが、どうしても受けれない場合は、絶対にガードをする。受けれる場合は、ドッジをしたりするのがいいです。で、ブルーフレームを踏まないような位置取りに気をつけながら、ガンガン DPS を出していく。で、アンデッドが出てきても、範囲攻撃で巻き込んで殺していくような形にしていきます。あまりここで雑魚に集中しすぎると、フレームの関係と、あと1人、あれなんですよね、ケージに格納されるんですね、このボスって。で、ケージに今多分タンク側の人が格納されていていませんが、格納されると一定時間戻ってこれないので、その間も
立て直せるように常に DPS を出すようなイメージで動いていけばいいかなと思いますですね。ここから雑魚戦は基本的に同じなので、解説はカットしていきます。ここから少し特殊でポータルが出るんですね。今右に出ているのがポータルで、奥にも出てますね。このポータルを壊せるのは自分のパーティーメンバーのうちの1人だけなので、そのパーティーメンバーの人が素早く倒さないと、雑魚が出てきてしまいます。で、今のやつを素早く倒すと、ここは雑魚なしで実は戦うことができたりします。なので、すぐに、ポータルを倒せるような、ポータルを潰せるような遠距離の攻撃スキルを入れておいたりするのがいいかもしれないですね。ちなみに誰がポータルを潰せるのかっていうのは、ポータルを潰せる人の画面がグレーアウトするので、自分の画面がグレーアウトしたら、自分はポータルを潰さなきゃいけないんだっていう理解をして、ポータルを一気に潰しに行くっていう形です。さて、こいつですね。このデイドラがかなり痛いんですね。タンクが常に、後ろに回り込むようなイメージで、DPS は常に背後から攻撃していきます。こいつの吐く炎のダメージが異様に痛いため、タンクは、かなりガードしておく、または、ちゃんとシールドを貼るみたいなことをしないとすぐに死んでしまいます。なので DPS もいち早くこの敵を倒すように単体火力を上げて、倒していくといいです。ちなみにタンクでマジカ型の場合はハーネスや、シールドをつけることによって、炎のダメージを、アブソーブ吸収することができるので、そういったものを使ってみるといいです。続いてこれが2番目のボスですかね。この2番目のボスは特殊で、敵ボスが1体だけじゃないんですね。全部で3体のボスがいます。で、3体のボスは左からタンク、デュアルソード、そしてヒーラーといった順番になっていて、ここは基本的にはタンクから倒すっていうのがセオリーです。タンクから倒して次にデュアル、
そして最後にヒーラーを倒すっていった順番になります。というのも、ヒーラーを倒すのに異様に時間がかかります。ヒーラーのヒール量と、全然動かずに定点でこうヒールをしながら、DK のフラグですね、フラグみたいなやつでダメージ軽減をしながらダメージを与えてくるようなスタイルなので、タンクを真っ先にまず潰す、そしてデュアルを潰して最後にじっくりとヒーラーをやっていくっていうような流れになります。でこの、ヒーラーが定点で放ってくるフレームも痛いので、ハーネスをつけるなり避けるなりをしながら、ガンガンタンクとデュアルを始末していくっていう形ですね。ここも単体火力をガンガン上げていって一匹一匹確実に始末していく。でここのフラグですね、フラグが超痛いんで、フラグの中にできるだけ入らないように今ちょっと自分が、ヒーラーのヒールを止めに行って逆にスタンを食らって死にかけてましたが、ならないようにもうヒーラーのヒールなんて放置でもいいぐらいなので、タンクとデュアルをまず真っ先に殺すっていうのが一番の優先度ですね。でその後この状態ですね、ヒーラーが、DK のフラグみたいなやつを使ってその真ん中でヒールをしたり、攻撃スキルを使ってきたりっていうすごい厄介な形です。近接触の場合は近づくことがかなり困難になってくるので、弓を使ったりっていうような形で、戦っていくのがいいかなと思います。で、魔法型の場合はできるだけ近づかない方がいいです。ちなみに私は間近 DPS なので近づく必要ないんですけど、叩くのが癖になっていてどうしても近接してしまうんですが、実際ソーサラーとか魔法型をやるのであれば、遠くから攻撃した方が圧倒的に、楽ですし安全です。でもうエクセキューション圏内なんで削るんですが、こっからも長いですね。結構エクセでこんだけ時間がかかるってすごいですよね。で DPS もかなりやっぱり低くなってしまいますが、このような形でやっつけていくと。でここはまたですね、ポータルが出現するので、自分の画面がグレーアウトした人は真っ先にポータルを潰しに行くっていうことが必要になってきます。これタンクやヒーラーの人でも、ポータルを潰す担当者になることが十分にあるので、タンクであってもヒーラーであってもすぐに潰せるような準備をしておくっていうのが必要になってきますね。ここはこの入り口の前でですね、タンクが敵を引っ張って、遠距離攻撃の敵なので、
扉の前まで全員を集めるっていうやり方もありますし、今見ていただいているように、突っ込んでいって、敵を、なぎ倒していっても全然問題はないレベルのやつですね。ちなみにドラゴンナイトの、引っ張るチェーンで引っ張れる相手なので、引っ張ってあげて真ん中に集めて、一気に倒すっていうやり方で大丈夫かと思います。ここも同様にポータルですね。今自分の画面がグレーアウトしているので、グレーアウトしている人はああやってポータルを潰すことができます。で、反応スピードが遅いとこうやって、敵が湧いてしまうので、もっと素早くやればもっと敵を湧かずに、やっていけるっていう形ですね。多分あれちょっとほっとくだけで敵が結構出てくるので、サクッと閉じて、できるだけ敵を少なくするのが、一番手っ取り早いですね。Of the fearful spheres, the tide it stole away her grace, but depths they wouldn't claim her. Toil begat by father's blood, this path was laid before her. Redemption born by brigand's blood. さて、ここからですね、ここのボスが一番、チームワークが必要になってくるのと、一人一人がメカニズムを理解している必要性が出てきます。で、また雑魚敵は基本的には出現させないっていうのが正しい姿なので、範囲攻撃というよりも、ヒールや、スペルダメージを防ぐような技をできるだけ入れるような形にしてください。またタンクや、近接型の DPS も、遠距離系の技っていうのを、一つは入れるようにしないとかなり厳しいです。っていうのも、このボス中に、ポータルを閉じる必要性が出てきます。で、ランダムにポータルが出てきて、そのポータルを誰かが閉じる必要性が出てきて、全ての人が閉じれるように、レンジド DPS、遠距離系の、スキルであったり、遠距離系の技っていうのを、必ず入れるようにしてください。で、なので、一般的にはここでスキルや装備をちょっと変更して、準備を整えます。で、一番大変なのはタンクさんで、タンクさんは基本的にはワンハンドとシールドを、持っていると思うんですが、ここに関してはタンクという概念は存在しないので、DPS を出せるような装備に変更する。
スタミナ型であった場合は弓を使うなど、マジカ型であればデストラクションスタッフを持つなどして遠距離に対応できるようにするのがいいかと思います。さて、では準備ができたということで、誰かが一番真ん中にあるオブジェクトを、触ることによって始まります。で、真ん中のオブジェクトを触った人に、このボスのタゲが移ります。で、今私が最初に真ん中のオブジェクトを触ったので、私にターゲットがあり、次に、別の方がターゲットを取ってくれていきます。で、別のターゲットがあって、また真ん中のやつがアクティベートされましたね。で、アクティベートされるまで少し時間があるんですが、基本的にはアクティベートされたらすぐに真ん中のやつを違う誰かが触るようにしてください。で、今、ポータルが出ていると思いますが、このポータルは誰か一人がポータルを潰す係になっていて、また先ほどと同じですね。今までのポータル潰しと一緒のように、ポータル担当の人は画面がグレーアウトするので、画面がグレーアウトした人は、真ん中のオブジェクトには触らないようにして、ポータルを潰すのに専念する。で、今、青い炎をまとってますね。で、敵が青い炎をまとっている場合は、全力で、逃げてください。で、今私がグレーアウトしている状態なので、今全力でポータルを潰しています。で、ポータルを潰している間も、青い炎に当たると死んでしまうので、青い炎の敵を避けながら、頑張ってこう、ドッジロールをしたりしながらポータルをどんどん潰していきます。で、やはりこの広い中、ポータルを自分1人かまたは2人で潰していく必要性があるので、できるだけ遠距離攻撃っていうのを入れなければいけないっていうのが分かると思います。で、何回かそれを繰り返したらですね、敵がこうリセットされるんですね。で、リセットされてひざまずいてる時にできるだけダメージを叩き込む。で、また戻りますね。で、それの繰り返しです。で、また誰かがターゲットを取って、この赤い間は大丈夫なので、そこまで逃げる必要なく、できるだけ、近距離の人でも殴りやすいようにあんまり動かない。で、ブルーになったら全力で逃げるっていうことを忘れないようにやっていく。で、また、真ん中のオブジェクトがアクティベートできるのでアクティベートする。で、赤い範囲は基本的には頑張って逃げる。そういうの繰り返しです。で、また誰かがターゲットを取ってくれて、で、ガンガン押していくと。で、20% 切っているので、だいぶ押してもいいかなっていうラインですが、ポータルがこの辺りからたくさん出るようになってきて、ちょっと危険なので、ここでポータル潰しに専念してますね。安全策を取ってポータル潰しの方向にしてます。実際多分あれで火力で押し切れたとは思いますが、ポータルからうじゃうじゃ敵が湧いて全滅するのがアホらしいので、ここでポータルでこう潰しておくという感じですね。で、ポータルを潰している間も、ポータル潰し係以外の人はちょっとずつダメージを与えてくれているので、もうまだ 2%、1% で、無事に倒せます。で、なので一人一人が自分の役割、どういう風にしてやっていかなきゃいけないのか、まずメカニズムを理解しているということ。それから臨機応変に自分のポータル潰しなのか、それとも自分が真ん中のオブジェクトを触らなければいけないのかっていうことを見極めてやっていく必要があります。で、このパーティーは非常に優秀というか、皆さんも私よりもプロフェッショナルな方々ばっかりなので、全然楽々に行くことができました。
さて、ここが最後のボスとなりますね。ここは最後のボス、本が地面にあるんですけど、この本を読むか読まないかで結構難易度が変わってきます。本を読むと、ボスの周りにまとっている雷のスピードが非常に速くなって、雷が2本出現するっていうような形になるので、非常に難しくなります。で、今回はですね、本を読まないパターンでやったんですね。で、ただ、やっぱりここのボスにまだ慣れていないというのもあって、ここから衝撃的な展開を迎えるので、ちょっとあんまりお見せしたくもないんですが、ちょっと見ていきましょう。ここでどの言ったスキル構成でいくのか迷うんですよね。今回はヒーリングスタッフを持ってヒーリングワードを入れたんですが、もっといい構成があったんじゃないかなっていう気は正直していますね。で、今もう準備ができたので始めていくところですと。で、基本的にまず最初の雑魚、この雑魚を倒していきます。雑魚を倒した時に雑魚の周りに赤い枠が出るので、その枠の中に入らないように雑魚を倒す。で、そうするとバリアからボスが解放されて殴れるようになります。で、ここからは基本的にガンガン DPS を出していくんですが、すぐにですね、ボスの周りに雷が出現するようになるはずです。今ずっと DPS 出せてますね。この吹き飛ばし攻撃にも気をつけてください。吹き飛ばされて、塔の端っこまで運ばれると即死します。で、今雷が出ましたね。で、この雷がノーマル、本を読まない状態だと非常にゆっくりです。これめちゃめちゃゆっくりです。なので、この雷に合わせて動けば、正直雷に当たらずにいける。今これアトロナッチ出ましたね。このアトロナッチは最優先で殺さなきゃいけません。アトロナッチにタゲられてる人が、アトロナッチに追いつかれると、これもまた即死するので、アトロナッチにタゲられてない人が、アトロナッチをすぐに破壊するといったことをしなければいけません。で、はい、今雷が消えて、周りにちっちゃい雷が待ってる状態です。で、ここから、バリアを張るんですが、バリアを張るまではまだダメージが通るので、ダメージを与える。そしてバリアを張られた後は、この周りの雑魚をいち早く倒していきます。で、雑魚を倒した後は、その枠の中に入らないようにしながら頑張っていく。で、こいつも、当たるとちょっと奥にというか、後ろに飛ばされるので、気をつけながらやっていきます。で、またダメージを与えて、基本的にはこれの繰り返しなんですね。で、非常に楽に見えますよね。で、僕も本を読まないでやることってあんまり実はなくて、これやってみたらすげえ楽だなとか思ってたんです。で、舐めきってますよね。もうボスもそろそろ 20% 圏内に入るし、余裕ですと。雷もね、全然速くないし、HP が敵が減ると、雷がすごい速くなるんですよ、本読んでると。なんですが、全然速くもないし、全然よぎれる範囲だし、こんな雷に食らってもね、そんな大したことないダメージだし、ハーネスとヒーリングワードやっとけば、余裕ですと。ね、そんな感じだよね。雷全然食らってるけど、もう、あと 25% だし、押し切っちゃえと。そういう気持ちです、今。そういうマインド。そういうマインドで雷が出たけど、どうせ雷2個だけだし、で、ここでアトロナッチが出たんです。アトロナッチ最優先。で、アトロナッチ出て、やばい。アトロナッチに追いつかれそうになってる。俺、アトロナッチ殺さなきゃ。で、ここ信じられないですよね、これ。見ました。今、この2つの雷をですね、華麗にドッジロールしようとしていたはずが、ジャンプしてますからね、私。この雷の上をドッジロールしようとして、失敗して、そしてもうパニック状態。で、もうダメだと。も
もう私なんて生きている価値はないんだっていう思いで、最後またここで俺死ぬんじゃないかなとビビりながらドッジロールをして終わると。でもう後悔しか残らないですね。もうここまでみんなノーデスでやってきたのにもかかわらず、最後に、死んでしまうという戦犯の私ということで2回死んで、そしてなぜかケナも出してしまうという最悪の結果をこう迎えたわけですね。でもここからいろいろと言い訳をしてきましたが、やっぱりこう立ち回りっていうのがいけてなくて、で本を読んだ時もやっぱり死ぬことが非常に多いので、慣れてないなっていうのが1個ですね。で間近型っていうこともあって、ハーネスで踏んでいい場合とドッジロールをしっかりとやらなきゃいけないところっていうのを区別をしっかりと判断しないと、間近型ってスタミナが全然なくてドッジロールがそんなできないんです。でなのでそこの判断力が非常に弱いっていうところですね。あとは優先順位が自分の中でしっかりとつけれてないっていうのも敗因だと思います。でなのでしっかりと絶対にまずは死なないことっていうのが大切ですから、まずは死なないこと、それからアトロナッチを、サクッと倒すことで、最後にはボスにできる限りの DPS を与えるということを意識しながら、うまいこと立ち回っていかなければいけないっていうのが今回の、反省点になっています。で本当に今回パーティーを組んでくださった方々は非常にうまい方々ばっかりで、本当にご迷惑をおかけしてしまったなと申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、でもこうやって4人でパーティーを組んでやることってあまりなかったので、非常に楽しくプレイできたなと思います。なので今後とも、これを見てるかどうかわかりませんが、今後ともこういう風にして一緒にパーティーを組んでいろんなダンジョンに、挑戦できたらなと思います。ありがとうございました。